皆さんこんにちは。東京ベジライフのなつきです。今月はビーガン特集ということで、いろいろな側面からビーガンについて学びを深める対談動画をお送りさせていただいています。今日のスペシャルゲストさんは、そんな中で栄養学を専門にされている方です。今日のスペシャルゲスト様は山崎由香さんです。パチ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 。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いいたしよろしくおます。願いします。ゆかさんは栄養学を勉強するために大学をカナダに留学されて、そして在学中に YouTube で、留学生活であったりビーガン情報っていうのを発信し始めて、そして帰国後は、菜食でバランスよく、食事をとりながら健康に保つ、健康に過ごしていく方法などをノートやセミナーを通して情報を発信されている方です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で今日はビーガンといういろんな切り口の中で栄養学であったり健康っていう側面からいろいろと、質問をしていければと思うんですけれども、まずゆかさんの自己紹介をしていただきたいなと思って、すごく興味深いのが、栄養学を勉強するために、カナダに留学をされて、でその時は、ビーガンではなかったっていうふうに聞いているんですけれども、で在学中に私の勝手な想像だと栄養学ってやっぱりこうバランスよく食べるためにはお肉も魚も乳製品もきちんと取りましょうねっていうのが多分日本の、栄養学の考え方かなと思うので、その栄養学をはい。勉強しに行ったら美顔になってしまったっていう、なんかすごい面白い経歴の方だなとすごい思ってるんですけれども、そんなストーリーであったはい。りとか、あとは今されている活動の内容などを教えていただければと思います。はい。素敵なご紹介ありがとうございます。私、高校を卒業して、2015年に卒業した後、そのままカナダに渡って、そのカナダで栄養学を学んでいたんですけど、その時に、在学中1年生の、一番基本的な栄養学の授業をうん受けてたうん。時に気づいたことが2つあって、まず1つがその植物性の食べ物をしっかりとっていれば、動物性の食べ物をとっていなかったとしても、バランスよくいろいろな栄養素取れてしまうっていううんことと、あと、例えば飽和脂肪酸だったり、あとコレステロールだったり、いわゆるあんまり取らない方が、取りすぎには気をつけた方がいいよって言われている成分が、主に含まれている一般的になんか普段取る食品っていうのが全て動物性の食品だったっていうことに気づいて、うん。このことは、別に教授から直接言われたわけではなかったんうんうん。ですけど、やっぱりレクチャーの内容だったり、教科書に書いてあることだったり、学術論文に書いてあることだったり、教科書のいろんな表に書いてあることだったり、いろいろな情報を寄せ集めたら結構はっきりとした事実だったんですうね。植物ん。なるほど。性の食べ物もバランスよく食べれば必要な栄養素全部賄えてしまうっていうのがうん。結構はっきりしていたのにもかかわらず、まだ食事ガイドにこう動物性の食品が必須の食材として紹介されていたりとかうするのがん。すごく当時の私には不思議で、そこからいろいろ調べるようになって、栄養学を学びつつもビーガンっていう選択肢を取るようになりました。うん。在学中に他に、クラスメートとかでビーガンの方とかもいらっしゃったんですかね。いましたね。2人ぐらいいました。うん。あと、教授でベジタリアンの人もいて、へえ、そうなんだ。あと、やっぱりカナダって日本と違って多民族国家なので、う栄養学ん。学ぶにしても、いろいろな文化をうん。持っている人、いろいろうん。な背景を持っている人に対して、栄養学の指導をしなきゃいけないってなるので、例えばお肉食べない人が、宗教上の理由でお肉食べない人もいますし、うん。うん。いろいろな信条でベジタリアン、ビーガンの人もたまにいたりするので、うん。うん。そういう人うん。たちに寄り添った栄養学指導をできるようにっていうことで幅広く学ぶんですね。うん。うん。それでベうん。ジタリアンの栄養学とかビーガンの栄養学っていうのを専門的に学ぶわけではないんですけど、でもベジタリアン、ビーガンっていう食生活でもバランスの取れた食事を作ることはできますっていうことは大学でも学びうましん。た。ビーガンになったのが今から4年くらい前なんですけど、
私もともと栄養学学んでいたっていうこともあって、どこら辺の栄養素に気をつければいいのかとかいうのも分かっていましたし、うんうやっぱんりいきなり変えると、また知識もしっかりとしていなかったので、いきなり変えたらやっぱり体に良くないかもしれないなと思って、しっかりと学術論文とか読み漁って、ちゃんと証拠を得つつ、ここからだったら変えてっても大丈夫だなっていうのを分かったら、どんどん切り替えていってっていう感じで、ゆっくり切り替えていったので、結局1なるほど。年近くかけて、うービーガんンに切り替えていったんですけど、うんうんそんなことうんもあって、体が急激な変化にびっくりすることもなく、あと、足りなくなりそうな栄養素もちゃんと気をつけて、いろんな食材から取るようにしていたので、栄養失調になることもなく、全然不調とかは感じることがなかったんですけうんうど、やっんぱり今一般的に菜食は不健康っていうイメージが一般的ですし、実際にその菜食をしていて体調を崩される方もいらっしゃるうんので、うん具体的に菜食したいってなった時にどうやって取り入れていけばいいのか、どうやって食事を組み立てていけばいいのかっていうことをお伝えできるように、今、インスタグラムとかノートとか、あとオンラインセミナーを通して情報発信をしています。なるほど。やっぱり菜食というかビーガンに興味があるけれども実際にやってみようと思った時に、栄養のバランスとかどうなんだろうって気になったりとかで今おっしゃっていたみたいにこうちょっとビーガンとか言って調べるとビーガンをやめた理由みたいな感じでなんかこういう健康に悪いことがあって体調を崩してなんか肌がボロボロになってだからやめましたみたいなそういうネガティブな情報も結構出てくるじゃないですか。だからやっぱり、そうですね。トライしようと思う方としてはちょっと不安があるところだと思うのでそういったところをやっぱり専門知識を持った上でアドバイスしてくださる方ってなかなか今までいらっしゃらなかったのかなっていう気がしてるのでやっぱり本とかそういう情報はあるんですけどどうしても本の情報ってどんどんこう最新の調査結果だったりとか研究結果だったりとか出てきて、情報更新されなきゃいけないところが、されていなかったりだったりとか、そういうのもありますしやっぱ本だとすごく一般的な情報になってしまっていやでも、例えば日本人の食卓を考えた時にでもこのこの日本人的な食事はどうなのみたいなそういう疑問とかも皆さんあると思うので、ぜひそういうところを今日はい。いろいろ掘り下げて聞いていければと思うんですけれどもまずなんかすごくはい。こう基本的なところで菜はい。食でこうバランスの取れた食事を組み立てるために、不足しやすいやっぱり、お肉とかお魚とか乳製品とか取らないことによってこう不足しがちなベジタリアンで、そういう栄養素であったりとかじゃあそういう不足しがちなものをどうやって補っていったらいいかっていうことをちょっと解説していただければと思うんですけれども。はい。まず、菜食でバランスの取れた食事をするためには、その一般的なノンベジの食事と菜食の違いと、その違いによってどんな栄養素が取りにくくなってしまうのかっていうことをまず理解する必うん要があって、まず一般的な食事がどういう食事なのかっていうと、まず穀物とか、肉、魚、卵、乳製品、野菜、果物、あと大豆製品とかが含まれた食事のことを指すんですけど、菜食ってどんな食事かっていうと、その一般的な食事から動物由来のうん食品を除いて、追加で今まであまり食べてなかったお豆とか、ナッツとかシードとか、あと海藻とかも主なその食材として取り入れる食事法になっていくんですけど、一般的な食事の場合は、タンパク質とか鉄分とかカルシウムとかのミネラルは肉、魚、卵らへんから、動物性の食品から取ってきたことが多かったんですけど、私たち菜食している人はそれを取らなくなってしまうので、そこら辺を補っていかなきゃいけないんですね。で、具体的にその動物由来の食品で今までどんな栄養素をそこの食品たちから取ってきたのかっていうのを具体的に見ていくと8つあって、タンパク質と鉄分、あとビタミン B12、ビタミン B2、カルシウム、あと亜鉛、ビタミン D、オメガ3、この8つがあるんですけど、結構ありますね。この8つ、この8つにさらに他の必須栄養素もバランスよく取るために、食事毎日考えていかないといけないとなると、もう
何のこっちゃってなると思そううんですけど、ですよね。実はこの、いろんな気をつけないといけない栄養素のうち、ある3つだけ、まずしっかり、ホールフードっていう、あまり生成とか加工のされていない食材からしっかり取れるように食事を組み立てていくと、他の必須栄養素もほとんど付随して取れてしまうっていう便利な黄金ルールがありまして、それが、タンパク質と鉄とカルシウム、この3つがホールフードを通してしっかりと取れるように食事デザインしていると、他の必要な栄養素も取れるようになるっていうルールです。はい、この3つしっかり取れるようにするといいと言われているんですけど、でもこの黄金ルール、実はノンベジの食事、一般的な食事をしていることを想定して言われている法則なので、菜食の方の場合はさらにビタミン B12 とオメガ3、あとビタミン D の3つも気をつけた方がいいと言われていて、なので合計6つしっかり取れるように、毎日気をつけていくとバランスの取れた食事が取れると言われています。で、具体的にこの6つの栄養素どうやって取っていけばいいかっていうお話なんですけど、まずタンパク質から、多分皆さんが一番気にしているタンパク質から、多分そうですね、お肉、魚、卵ってやっぱりタンパク質源って一般的に知られている食品なので、そこら辺の食品取らないってなると、タンパク質どこから取るのって聞かれると、よく思うんですけど、最初の方はよくそういうこと聞かれるんですけど、実際に世界的に見ると、人間が摂取しているタンパク質って実は 65% がすでに植物性の食品から来ています。いろいろな穀物とかお野菜とか、動物性のタンパク質は 35% だけで、植物性の食べ物から残りの 65% 取っているっていうお話があって、なので、菜食に切り替えた時ってその動物性の食品食べなくなるんですけど、動物性の食品抜くだけじゃなくて、他に違う食材で補っていくので、残りの 35% っていうのは簡単に埋められてしまうので、あまり心配する必要はないです。ですけど、実際にどういう食品が特にそのタンパク質豊富なのかっていうのも知っておく必要があって、で、菜食の中で特にタンパク質が豊富なのが、例えば枝豆とかお豆腐とか大豆ミート、大豆製品、おそらくこれみんなご存知かなと思うんですけど、他にもレンズ豆とか小豆とかの乾燥豆、あとはキヌアとか大麦とかお蕎麦とか玄米とかの全粒穀物、あとナッツシードだとごまとかカシューナッツとかアーモンドとか、で、あと海藻にも入っていて焼き海苔とか、あとわかめとか昆布にも結構タンパク質入っています。そんなに量を取るものではないんですけど、はい。でも塵も積もれば山となるので、ぜひぜひ出ていっていただきたいですけど、豆とか考えた時に、乾燥豆はすごい想像つくんですけど、例えばなんかインゲンとかそういう生の状態のなんか野菜っぽいお豆とか、ああいうのも、豆的なそのタンパク質は豊富なんですかね。どうなの？はい、結構、はい、インゲン豆とかグリーンピースとかさやいんげんとかも、スナップエンドウとかもタンパク質豊富です。他にお野菜でもブロッコリーとかほうれん草、ケール、芽キャベツとかも結構タンパク質が入っています。なので全然野菜は野菜って全然タンパク質摂取源じゃないって思われてる方が多いんですけど、結構本当に知らないうちにお野菜からとか果物からとか穀物からとかタンパク質結構取れてるので、皆さんが思ってるほどタンパク質に注意を向ける必要はあまりないです。なのでちゃんと普段から十分な量、ちゃんとお腹がいっぱいになる量、ご飯しっかり食べてバランスよく穀物、お野菜、豆類、海藻類、キノコ、ナッツシードとかをバランスよく食べていれば、タンパク質についてはあまり気にする必要がありません。私の場合だと、一応なんだろうな、その食事の中で一日の食事の中で豆類とかナッツとかシーズは必ずどっかに入れようかなぐらいな感じ。それぐらいの軽い意識感で他の野菜とかもちゃんと食べてればタンパク質は大丈夫そうなんですかね。
はい、そんな感じです。本当うんに、意識してソイプロテインとか飲んだりしなくても全うん然大丈夫ですうんうし、んうん。納豆1日3パックとか食べなくても全然タンパク質取れるので、そうですよ本当に豆ね。だけにタンパク質入ってるってわけじゃなくて、他にナッツ、シード、うん他のお豆、お野菜にもタンパク質入ってるので、うんうんうんお豆食べた分だけしかタンパク質食べれてないって思わず、できるだけ生成加工のされていないホールフード中うん心だと、タンパクうん質の含有量多くなっているので、うん。それほど気にする必要はないです。うん、やっぱホールフードっていうのは例えばお米であったら玄米であったりとか小麦粉であったら全粒粉であったりとか、そういうなるべく加工のされていない形でいただくっていうことでやっぱり加工して、外のものをどん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 剥いていった時に外にこうくっついてる栄養素っていうのがどんどんこう削ぎ落とされていってしまうから丸のままの形でなるべく食べられたらいいよねっていう話なんですよね。でやっぱりそのタンパク質に関してはそう私もやっぱりすごく聞かれることが多いんですよ。タンパク質どうしてるんですかみたいな。でもおそらく、本当にすごいアスリートとかされている方でタンパク質をしっかりたくさん毎日取らなきゃいけないっていう方はそういうプロテインとかで補った方がいいと思うんですけど、普通生活うしん。ている中で特に私多分平均的な日本人の私の年代の女性よりかは多分筋肉量とかある方だと思うんですよ。ヨガとかだいたい毎日やってるし運動してるので結構筋肉ある方だと思うんですけど全然お肉とか食べないでもやっていけてるしソイプロテインとかも全く飲んでないですね私は。だしなんかはい。そこまで今お伝えしたみたいになんか絶対タンパク質もうマストマストみたいな全然気にしてなくてとりあえず豆は1日1回食べようかなぐらいのそれぐらいの軽い意識感でもちゃんと健康にいられているだけではなくて割と平均以上の筋力はつけられていると思うのでそこまでね神経質に考える必要ないんじゃないかなっていうのが私の正直なはい。意見でただ実際どうなんですかね、菜食になられた方でタンパク質が不足しちゃうっていうケースもあるんですかね。あるとするとどういうケースでタンパク質が不足するとどういう、症状になって現れたりとかどういうことを心配する必要があるんでしょうか。まず、タンパク質が不足してしまうと、ちょっと髪が抜けて薄くなってきたりとか、爪が割れやすくなったりとか、うんうんうあとん肌荒れとか、うんそういう、あと筋肉量が落ちたりとか、うんっていう、肉体的にわかりやすく出るものと、あとちょっと気分が落ち込みやすくなっうたり、鬱っぽくなっんたり、うとかそうんいうのも入ってきます。うんうんで、タンパク質、多分、ビーガンの方、菜食始めて、タンパク質不足になっちゃったっていう方は、単純に食べる量が足りていないっていうことが一つと、あとはお肉とかお魚抜いただけで、うん。お野菜中心のあ食生活してる。全然お豆腐とかおうんうん豆とか入れていなくて、うん。お野菜中なるほどね。心になってしまっうんた。うんうん。とか、そう、あと、ご飯を白米のままにしている場合とあかも、ちょっあ。と、栄養素を十分に取れなくなったりすることがあるのうんで、うんうん。玄米の方がもっとタンパク質取れるようになったりとか、うんうん単純に今までの食事からお肉、お魚、卵、乳製品抜いただけっていう食事にしてしまうと、やっぱりタンパク質不足になってしまいますし、うん。なるほどね。あと、うん。今までの食事量と同じ量を食べてるだけだと、菜食だとカロリーが同うんじ量食べたとしても低かったりするのうで、ちゃんとお腹いっんぱいになるまでしっかりうん食べるっていうのも結構大事になってきます。うんうんうん。なるほどなるほど。やっぱりちょっとこうダイエット目的で菜食に興味を持ってされる方っていうのもいらっしゃるのかなと思うのでそこはちょっと気をつけたいですよね。普通にこうお肉お魚食べたところをバッと抜くとそれだけでもカロリー摂取がただでさえ低いのにそこをまた増やさないでもっと減らしちゃう方とかも多分いらっしゃると思うのでそれやっちゃうとやっぱり
体重はその時は減るかもしれないけど健康的に痩せることはできないし、逆に筋力が落ちてしまって代謝が悪くなって、で長期的に見て、ダイエットとか体重を減らしていくっていうことが結構難しくなってくるのかなっていう気もしてるので、まあタンパク質はそうですね、だからもう私が言うのもなんですけど、そんなに多分皆さん気にしなくてもいいんじゃないかなと。いや、本当に、うんうん私もそう、正直、退職になってからの方が筋肉つきましたし、やっぱりでも、定期的に運動するようになったっていうのはあるんですけど、でも前よりエネルギーありますし、筋肉つきましたし、皆さんが思ってるほど、タンパク質は気にする必要ないです。それよりも、鉄分とかカルシウムとか、ビタミンとか、そっち側の方が大事です。じゃあぜひそっちの話にはい、移っていきま続きを、しょう。話しようかなと思うんですけど、次に鉄分の話に移ろうと思うんですけど、菜食で鉄分摂取にもってこいな食材が、まず青々とした葉野菜、例えば大根の葉っぱとか小松菜、チンゲン菜とかなんですけど、よくほうれん草も鉄分摂取源として挙げられるんですけど、ほうれん草はシュウ酸が入っていて、ちょっと鉄分吸収しにくくなっているので、あまり鉄分摂取源としては見ない方がいいです。あとは切り干し大根とかもお野菜の中だと鉄分豊富です。あと大豆製品も結構鉄分入っていて、大豆ミートとか、納豆とかおすすめです。大豆製品とかってタンパク質も取れるし鉄分も取れるしっていう、ちょっとこうなんかお得感のあるね、食材を、特にこうたくさん食べられない人、やっぱ小食の方とかでたくさんそんなにいっぱい食べられないっていう方は、そういう一役で何役もこう担ってくれるような食材を意識して取るといいのかなと思うんですけど。はい、本当におっしゃる通りで、菜食のスーパースターは豆類なんですけど、豆類って本当に炭水化物もタンパク質も脂質も、脂質ちょっと低めではあるんですけど、あと鉄分も結構入ってますし、カルシウム、あと他のビタミンとかたくさん入っているので、本当に豆類はスーパースターです。大豆に限らず。で、鉄分摂取で一番最強な豆類がレンズ豆なんですけど、レンズ豆は本当にスープにしたり、煮込み料理に入れたりして、ぜひぜひ取り入れていただきたい豆類です。他にも小豆とかも鉄分豊富です。で、あと全粒穀物だとまたキヌアとかオーツ麦、そばとかに豊富に入っていて、鉄分が多いシード系だとごま、あとナッツだとアーモンドとかカシューナッツに入っています。で、また海藻にも入っていて、焼き海苔とか青海苔。で、ひじきってよく鉄分摂取源としていいって考えられてたんですけど、あれ、鉄分の量を測定するときに、ひじきを煮るときに鉄鍋を使っていたっていうのがあって、ひじきに元から入ってたのじゃなくて、鉄鍋から流れ出た鉄がひじきに移ってっていうお話だったので、ひじき自体にはそんなに入っていないです。なるほど。ただ海苔には入ってるんですね。海藻の中でもやっぱりそういうこう、なんていうかな、栄養素が違ったりするんですね。違いますね。なので幅広く海藻も取っていくっていうのが結構大事にで、海藻に関して言うと、例えば昆布だったりわかめとか、そういうなんていうかな、お出汁にしてそのもの自体を食べない場合っていうのはどうなんですかね。それでも少しは栄養素は吸収できる。その場合はあまりちょっとスープに流れ出るっていうのはあるんですけど、やっぱり身を食べた方が食物繊維とかにくっついてることが多いので、なるほどなるほど。できればそう出汁として使ったやつも後で刻んで炒め物に入れたりとか、違う煮込み料理にしたりとか、そういう感じで使うのか。私も結構昆布とか乾燥昆布でお出汁を取ったら、その昆布自体を捨てないで冷凍しておくんですね。で冷凍しておいて、で次ちょっとお出汁作りたいなと思ったら、それをパキパキ折ってでも投入しちゃってそれを出汁として、まあ出汁身としても、昆布も一緒に食べちゃったりとかしてるので、ぜひその
昆布の部分もね捨てずに再利用したりとかそのまま身としてね食べて栄養を吸収していただければなと思うんですけれども。で、菜食で鉄分補給ってなると、すごく大切なのが、菜食の食材に含まれている鉄が非ヘム鉄っていう種類の鉄で、はい、動物性の食品に入っているヘム鉄っていう鉄よりも吸収率がちょっと低くなっているんですね。はい、で、いろいろ一緒に食べるものとかによって吸収率上がったりとか、吸収が妨げられてしまったりとかすることがあるので、そこら辺ちょっと知っておく必要があります。で、非ヘム鉄の吸収率上げる方法いくつかあって、そして一つがビタミン C とかクエン酸が含まれている食材と一緒に摂るっていう方法です。これ例えば食事、サラダを食べるときにレモン汁かけたりとか、梅干しを一緒に食べたりとか、キャベツのサラダ一緒に食べたりとか、そういう感じで取り入れていくといいと思います。あと他にも、豆類とか穀物はしっかりと浸水してよく炊いてから食べるとか、あと料理にニンニクとか玉ねぎとかの有機溶化合物っていう成分が含まれているお野菜も取り入れたりすると、食材の中の非ヘム鉄がより吸収されやすくなるので、おすすめです。なるほど。で、できるだけ食事中に避けたい飲み物があって、それがコーヒーとか紅茶、緑茶、ウーロン茶、ココアとかのポリフェノール、タニンとかクロロゲン酸っていうポリフェノールが入っている飲み物は鉄の吸収を妨げてしまうので、食事の前後1時間はワインも入ってるんですよ。ワインも入ってるんですけど、ここではあえて、もうワインは食事と一緒に楽しむものだから、これは入れてないんですけど、そうでもワインも本当は赤ワインは、白ワインは大丈夫なんですけど。で、さっきお豆は浸水させた方がいいですっていう、その鉄分の吸収っていう意味では浸水させた方がいいですっていうお話だったんですけど、で少し前にレンズ豆すごくいいですみたいなお話をしていただいて、でレンズ豆の、いいところって浸水させないでもそのまま炊いて食べても大丈夫、柔らかいお豆だからっていうのがあると思うんですけど、それで便利で結構常備されてる方も多いかなと思うんですが、そのレンズ豆でもやっぱりちょっとは浸水させた方がやっぱりいいなっていう感じですかね。もし時間に余裕があれば浸水した方がより鉄分吸収しやすくなります。でもしっかりと煮て火を通すっていうことでも結構ピチン酸っていう成分が入ってることで浸水した方がいいですよって言っているんですけど、ピチン酸はしっかりと加熱すれば結構分解されるので大丈夫ではあるんですけど、でも一回茹でるときにもし下茹でとか浸水する時間があったら一回浸水するか、ちょっとだけ茹でて、茹で汁を捨ててもう一回真水で茹で直すっていうのが本来はいいです。一応余裕があればなんか10分ぐらいの浸水でも大丈夫なんですか？それともやっぱりしっかりできれば30分30分から1時間レンズ豆の場合だと浸水した方がいいです。で浸水させたお水は捨てて新しいお水で炊いた方がいいってことですかね？はい。なのでレンズ豆に限らずにお豆を炊く時はなるべくやっぱ浸水させて、そして炊く時は新しいお水に変えて炊くっていうことで、その鉄分の吸収を妨げてしまうヘチン酸成分が分解されて、でより鉄分の吸収が良くなるっていうことですよね。はい。でそのお豆を浸水させてっていうだけじゃなくて、他の食材についても、例えばクエン酸と一緒に葉野菜を摂ることで吸収率がアップしたりとか、そういうことも少し気にしながらやるといいですねっていうことですね。はい。で鉄分はそんな感じで、あとはカルシウム、はい。で次カルシウム、3つ目カルシウムなんですけど、カルシウムよく乳製品とか小魚とかが摂取源として知られているんですけど、菜食だと何から取れるかっていうと、またお野菜系だと切り干し大根と大根の葉っぱ、大根って結構スーパースターです。あと、ピンポイントなんですけど、モロヘイヤとかもかなり、カルシウム入っています。あと海藻だとひじき、昆布、わかめ、ここの3つカルシウムたくさん入っているのと、あと大豆製品だと油揚げとか
高野豆腐とか大豆ミート。うん。大豆製品全般的にカルシウム入っています。はい。あとは豆類だとまた小豆とか、うん。インゲン豆とか、ひよこ豆。うん。あと、ナッツシードだとまたごま。あと、チアシードとか、アーモンドとかにもカルシウム入っています。なるほなので、多分先ほどの、タンパク質とか鉄分の菜食の栄養素摂取源とも結構似通ってきているのを皆さんちょっとお気づきになり始めたかなと思うので、特に菜食で足りなくなりがちな栄養素はどこの食材から取れるのかっていうのを知って、その食材をできるだけ日々の食生活で意識的に取り入れていくっていうのが大切になってきます。そうですね。特に多分鉄分に関しては女性の方はその月1回ね生理の時に鉄分が余計必要になるとか、そういう体のサイクルも多分あると思うので、あと鉄分がそもそもちょっと貧血気味というか、鉄分もうちょっと必要な方とかもいらっしゃるじゃないですか。なのでそれぞれがやっぱりこう足りなさそうだなっていう栄養素を意識的に、取るようにして、で、さっきちょっとお話ししたみたいにその鉄分を意識して取ることで他の要素とかもカバーできるっていうことも結構あると思うので、なのでカルシウムもなんか多分皆さんカルシウムって考えるともう牛乳しか頭に思い浮かばないと思うんですけど、でも実は牛乳ってもう、私たちの世代とかだと小さい頃から給食で牛乳って飲まされてたので飲まされてたからなんかもう普通に飲むものだと思ってて、なんか育つためにはやっぱ牛乳飲まないと背が高くならないわよとか言われたりとかしていたと思うんですけど、私もともと小さい時から牛乳飲めなくてというかなんか好きじゃなくて、生の牛乳でなんか飲むとなんかお腹痛くなったりとかしてたので、結構そういうアジア人の中では牛乳のなんか成分を分解できない人が実は70%ぐらいいるんじゃないかみたいな話もあったりとか、なのでそんなにこう、飲むことが普通なものでもないっていうところがあるかと思うんですけど。乳製品は本当に、牛乳じゃないです。牛の赤ちゃんの飲み物なので、人間が取ると、やっぱりそれをうまく消化できるような消化酵素とかが備わっていなくて、結構いろいろな、不調が起きたりするので、乳製品は、カルシウムは含まれてはいるけど、体には合っていない食品ではあるので、そうですよね。それこそ、去年にカナダが新しく食事ガイドを出して、更新されたんですけど、そこからはもう乳製品が必須の食品群としてはもう取り払われちゃったんですよ。もう乳製品は必須な食品には入っていなくて、タンパク質も植物性のものからできるだけ取るようにしましょうっていう話になって、もう科学的にも、乳製品は骨の健康のためには必要じゃないっていうのが出ているので、本当に乳製品取る必要はありません。カルシウムのために。お野菜と、先ほど言った、摂取源しっかり取るようにして、あともう一つ大事なのが、やっぱり牛乳を進めるのって骨粗鬆症予防とか成長のためとか、骨作るためっていうのであるんですけど、実際に食べるカルシウムを取るだけじゃなくて、その取った後、ちゃんと体の中にそのカルシウムをとどまらせるように、やった方がいい習慣があって、それが習慣的にエクササイズをするっていうこと。習慣的にエクササイズすると、骨に振動とか結構負担をかけることで、もっと骨が強くならなきゃってことで、骨密度を増やしていったりするので、習慣的にエクササイズすること、とても大事になってきます。あとは、アルコールの飲みすぎとか、あとカフェインの取りすぎ、コーヒー1、2杯ぐらいだったら大丈夫なんですけど、やっぱりカフェインの取りすぎも良くないのと、塩分の取りすぎ、あと、タバコを吸うっていうのも、骨が、カルシウムが外に流れ出しやすくなっちゃうので、今の4つ、飲みすぎ、カフェインの取りすぎ、塩分の取りすぎ、あと喫煙は控えるようにした方が骨を丈夫に保てます。なので、気をつけていただきたいなと
なんか普通に健康志向でなんかちゃんとね運動とかしてタバコとか吸わないで飲酒とかまるまるしすぎってやっぱり良くないから、お酒全くやめてくださいとかカフェイン全くやめてくださいとは言わないけど、適度に楽しむ程度にやっぱり摂取するっていうことが重要なのかなと思ったりしますが、あともう一つ言ってしまうと、動物性のタンパク質も摂取するとカルシウム体の外に流れ出しやすくしてしまうので、菜食にしてるっていうだけでもカルシウム取る量はちょっと少なくなってしまうのは事実なんですけど、体から出る量も少なくなるのでバランス取りやすくなるって言われています。まあ、今、タンパク質と鉄分とカルシウムっていうところをお話しいただいて、あと3つありますよね。そうですね。はい、ビタミン B12 なんですけど、やっぱりビタミン B12 ってどこから取るかって一般的に言われているのが動物性の食品、お肉とか魚とか貝なんですけど、ビタミン B12 本来はどこから来るのかっていうと、実は自然界のお水とか土の中にいる微生物が作り出すものです。なので昔は今ほど口に入れるものが衛生的に管理されていなかったので、飲み水に含まれていたりとか、あとはもっと土が肥えていて農薬とかも使わずに栽培していた時代には土の中にたくさんのビタミン B12 含まれていたので、食用の植物とかにも入っていました。なるほど。なんですけど、今は飲み水も良くも悪くもきれいにされてしまったのと、あと土壌がどんどん痩せて、あと土壌汚染とかもあって微生物の数がかなり減ってしまっていて、農耕地の土の中のビタミン B12 も少なくなってしまっているので、なので植物性の食品にはもうビタミン B12 がほとんど含まれていない状態になってしまって、あと家畜も飼料から、餌から、例えばトウモロコシとか大豆とか穀物食べさせられてるんですけど、そういう餌にももうビタミン B12 入っていないので、家畜もビタミン B12 不足になっちゃうので、サプリ投与されてたりとか、餌の中にビタミン B12 混ぜ込まれていたりします。なので、大元をたどると、現代の私たちがビタミン B12 摂取しているところはどこから来てるのかって言ったら、動物が食べている餌に添加されているビタミン B12 か、あとはエナジードリンクとかに入っているビタミン B12 とか、そういうもののことがほとんどです。自然由来のものがほとんどなくなってきてしまっています。なるほど、なるほど。そう。じゃあ、菜食だったらどうやってビタミン B12 取るのが一番効率的で体にいい方法なのかっていうと、サプリで直接ビタミン B12 取ってしまうか、あとはビタミン B12 を含むように開発された食品、例えばニュートリショナルイーストとか、マルチビタミン B12 界隈っていうものがあるんですけど、そういうものを取るっていう方法があります。で具体的にサプリだと、私がおすすめなのはシアノコバラミンっていうビタミン B12 が1000マイクログラム入っているサプリを週に2回取るっていう方法なんですけど、なので1週間に合計2000マイクログラム取るっていう方法になります。で、食品から取る場合は、ビタミン B12 が添加されているニュートリショナルイーストをだいたい1日大さじ1杯分ぐらい取るっていうのか、あとは村上農園さんが出しているマルチビタミン B12 貝割れっていう貝割れがあるので、それを1日3分の1から2分の11パックぐらい食べると、1日に必要な量取れると言われています。そうビタミン B12 に関しては多分そのベジタリアンとかビーガンとかされている方は結構聞いたことあるキーワードだと思うんですけど、唯一やっぱその植物から摂取できない栄養素成分になっているので、そこはやっぱりサプリであったりとかそういうものが含まれている添加されている食品で補う必要がありそうな感じですね。だから私もサプリとか全然取ってないんですけど、唯一 B12 だけはサプリを一応飲むようにしてるので、やっぱそのニュートリショナルイーストであったりとか貝割れとかそういうもので取ろうと思うと毎日それを取らなきゃいけないっていうと、じゃあ料理にどう入れていくのとか、じゃあ外食した日はどうするのとか、結構なんかそれがストレスになるような気もするので、それは本当にこう補足的というか、プラスで取れたらラッキーぐらいの感じで考えて、で、ベースとなるところはやっぱりサプリでちゃんと取った方がいいのかなっていう気もしてるんですけど。
次がオメガ3なんですけど、よく菜食で心配されるのが、その魚に含まれているオメガ3の DHA とか EPA 取れなくなっちゃうってことなんですけど、菜食の食材に含まれていることってほとんどDHA とか EPA はなくて、なんですけど、菜食の食材にも含まれているオメガ3のアルファリノレン酸っていうものをしっかり取れていれば、私たちは体の中で DHA、EPA 作り出せてしまうので、心配いりません。DHA、EPA を直接取れなかったとしても。じゃあ具体的にどういう食材にそのアルファリノレン酸が入っているのかっていうと、まずエゴマとエゴマオイル。で、アマニとアマニ油。あと、シアシード。5つなんですけど、他にも入っているものがあるんですけど、オメガ3の摂取源として取るってなったら、この5つがおすすめです。で、オイルの場合は、1日にだいたい小さじ1杯から一定大さじ1杯くらい。で、シードの場合、フラックスシードとか、チアシード、エゴマの粒のままの場合は、大さじ2杯分くらい取るのがおすすめです。オイルとシード組み合わせても大丈夫ですし、取りやすいように取り入れられるといいかなと思うんですけど、オメガ3ってとても酸化のしやすい成分で、調理とか保存を通して酸化させないようにすることもとても大切なので、それはぜひぜひ気をつけて保存したり、調理に使っていただけたらなと。だから加熱は基本的にしないっていうことと、直射日光に当てないようにっていうことですよね。酸化しないように。そうですね。酸素、光、熱に弱いので、で、特にオイルって生成食品なので、すごく周りからの刺激を受けやすい、周りからの影響を受けやすい状態になってしまっているので、オイルの場合は絶対に冷蔵庫にしまって、できるだけ光に当たらない。で、使う時も絶対に温めないっていうのが3原則になります。で、ホールシードの場合は、常温で保存しても大丈夫ですし、ホールシードのまま、あとは、直前に粉末にしたものとかは加熱しても大丈夫です。ごまとかもそうなんですけど、食べると結構そのまま出ちゃうっていう説もあって、少しやっぱ砕いた方が、チアシードとかは水に浸して食べればもう大丈夫なんですけど、フラックスシードとエゴマは結構周りの殻が硬いので、しっかり噛んで食べる、もしくはミルサーとかミキサーとかでちょっと粉々にしたりとか、すり鉢ですりつぶしてから何かに使うっていう方がちゃんと取った分栄養素摂取できます。そして最後のビタミン D なんですけど、このビタミン D の補給法は大きく分けると3つあって、まず1つが日光薬、2つ目が天日干ししたキノコを食べる、そして最後がサプリなんですけど、ビタミン D はまだまだわからないことの多い栄養素で、何をどれぐらい食べれば OK みたいなはっきりとしたビタミン D 補給法は分かっていないので、私が勧めているビタミン D の補給法は、まず毎日積極的に日光に当たる時間を作るっていうことと、あと、その後に日光に当てたキノコを食べれたら食べて、もしそれができなかったらサプリを通して取るっていう方法です。なので、最低日光浴をしてキノコを食べるか、日光浴をしてサプリを食べるか、サプリを取るか。なるほど、なるほど。で、具体的に言うと、具体的に大人の場合、数値的にもっと具体的な話していくと、その日光浴は、もし日焼け対策とかをしていて、あんまり日焼け止め塗らずに直射日光当たりたくないって方は、ちゃんとキノコを食べるか、サプリ取るかしっかりしていただきたいんですけど、もし男性の方とか、あんまり日焼け、それほどは気にしないっていう方は、できれば毎日15分くらい日焼け止めを塗らずに、肌をできるだけ出して外で時間を過ごすっていうのが大切になってきます。これをするとかなりビタミン D 生成できると言われています。で、キノコの場合、どれぐらい天日干しすればいいのかってお話なんですけど、だいたい2、3時間ぐらい日光にさらして、で、そのキノコを1日 10g ぐらい取ればいいと言われています。なので 10g ってどれぐらいかっていうと、だいたい椎茸だと1、2枚、えのきだと10分の1パックぐらいで十分です。で、キノコを日光にさらした後、その後すぐ食べなきゃいけないかっていうと、そういうわけじゃなくて、冷凍保存したり、冷凍保存しても大丈夫なので、週末にまとめて、準備しておくと便利かなと思います。で、
ビタミン D のサプリは、だいたい1000から 2000IU 入っている、ビタミン D のサプリ、用意しておくといいかなと思います。私もキノコに限らずに結構干し野菜とか作るんですけど、あのちょっとこうハードル高そうに思われるかもしれないですけど、すごい簡単。本当スライスとか、どんな切り方でもいいんですけど、とりあえず切って、で段ボールの上とか新聞紙の上とか、もちろんこうざるみたいなのがあればベストなんですけど、そういうのがなくても本当にアマゾンの箱の中に入ってる段ボールの板とか、そういうのに乗せて窓際に置いておくだけなので、天日干しめちゃくちゃ楽なので、本当にぜひぜひ、お野菜とかキノコの旨味もつきますし、そうそうそう、おすすめです。だからだしとしてもすごい使えるので、ちょっとお味噌汁飲みたいなっていう時に、ビーガンでだしどうやって取るんですかとか、それも結構よく聞かれるんですけど、そういうのとかも、そういう干し野菜とか干し椎茸、干し干しきのことか何でもいいんです。椎茸じゃなくてもいいし、えのきとか舞茸とか、そういうものをポンって入れるだけですごくいいだしが取れるので、ぜひぜひやってみていただければと思うんですけれども、そんな形で6つのね栄養素について、はい。菜食で、不足しがちな、栄養素と、その補い方っていうことで解説していただいたんですけれども、その中でタンパク質っていうふうに考えた時に、やっぱ大豆ってスーパースターですよねみたいなお話があったんですけど、一方で大豆ってなんか取りすぎたら良くないんじゃないのみたいな、巷ではそのイソフラボンの過剰摂取で、なんかあとうーんなんか乳がんになりやすくなるんじゃないかとか、そういう噂とかもあるじゃないですか。それについてはどうはい。なんですかね。そうですね。もし、その菜食のタンパク質摂取源をちゃんと知らなくて、もう大豆製品だけからじゃないとタンパク質取れないって思ってしまうと、やっぱり大豆たくさん取りすぎてしまうってことあるかもしれないんですけど、先ほどのタンパク質のところでもお話しした通り、タンパク質は全粒穀物とか、大豆以外のレンズ豆とか小豆とかひよこ豆とかのお豆、あとナッツ、シード、あと緑の葉野菜とかブロッコリーとかの大豆以外のいろいろな食材に含まれているので、バランスよくとって大豆に偏らないようにしていれば、菜食でも全く大豆取りすぎになってしまうってことはありません。で、よくそのイソフラボン、大豆イソフラボンの過剰摂取は控えましょうって言われるんですけど、実際どれぐらいが過剰摂取なのかっていうことをちゃんと理解しておく必要があるかなと思います。確かに。で、大豆イソフラボン1日の摂取目安量がだいたい70から 75mg って言われていて、これを大豆製品に当てはめて考えると、大豆製品は1日に2食分くらいがちょうどいいと言われています。だいたい2食分食べると、大豆イソフラボン70から 75mg くらいになると言われていて、じゃあ大豆製品の1食分ってどれくらいなのかってなると、だいたい納豆だと1パック、四角い 45g の1パックと、豆乳だと1カップ、カップ1杯くらい、200cc くらいですね。で、お豆腐だと2分の1丁、150g ぐらい。で、だいたい1食分っていう感じです。なので、この中のどれか2つ選んで2食分くらいっていう感じなんですけど、これを頭の中で浮かべていただいて、私これより全然取ってるって方もいらっしゃるとは思うんですけど、でも、今言われているこの大豆イソフラボンの1日の摂取目安量っていうのは、この量を毎日欠かさず、もう長期間、10年以上、何十年って、長い間摂取する場合の平均値で、こんぐらいだったら安全だよって言われている数値なので、この量よりも普段取っている量が少し多かったとしても全然病気になるってわけじゃないので、神経質になる必要がないっていうのと、やっぱり日本人は古くから豆腐、納豆、味噌とかの伝統的な大豆食品、日常的に食べるすごい長い食経験があって、このような大豆製品食べることによるイソフラボンの健康による被害っていうのが定義されていないので、それほど神経質になる必要は本当にありません。ただ、取る豆全部大豆だわ、みたいな感じではならないように、たまに小豆とか、ひよこ豆とか、レンズ豆とかも組み込んで、大豆だけ取りすぎないように
うんていれば、それほど気にする必要がないっていうのと、あと先ほど言っていた大豆イソフラボン取りすぎによる乳がんのはい。発症率が上がったりとか、そういうのを心配される方がいらっしゃると思うんですけど、まあもちろん取りすぎは良くないとは言われているんですけど、本当にそれこそ毎日納豆6パックとか、豆乳1リットルとか、そういう感じで過剰摂取をしていなければ大丈夫で、日本人より大豆製品の摂取が少なくて、その代わりにもともと、天然のエストロゲン、天然の女性ホルモンが入っている乳製品とかお肉を多く食べているヨーロッパとか北米に住む女性の方が乳がんの発症率高いです。うん。なので、まあ、こういうことも少し頭の隅に入れておくといいかなと思います。よく大豆製品には大豆イソフラボンっていう女性ホルモンに似た成分が入っているって言われるんですけど、乳製品とかお肉ってもともと本物のエストロゲンが入っているので、気をつけるべきはそちらかなと思います。うんうんうん。だから菜食を始めたての方とかで特に、お肉を、なんとかなくした時にどうしたらいいかわからないみたいな時にソイミートみたいなこう、モックミートですよね。大豆でできたこう食感がお肉っぽい、食品だったりとか、そういう食材を積極的に取り入れながらやっぱり菜食に慣らしていくっていうのすごい重要だと思うので、そういうふうに考えるとやっぱり最初、お肉とかお魚を抜いていった時にどうしても大豆製品、そういうソイミートだけではなくてお豆腐だったりとか納豆だったりとか、そういうものにちょっとこう頼りがちになってしまうっていうのがあると思うんですけど、ただそれは最初はしょうがないのかなと思って、でさすがにその納豆6パック毎日食べるとかはやりすぎだと思うんですけど、普通にちょっとそのさっきおっしゃってた、豆腐半丁と、納豆1パックっていうのよりもちょっと多くなっちゃったとしても、それをこうずっと続けていくっていう形ではなくて、ぜひぜひそのお豆って本当にいろんな種類があって、さっきお話ししてたレンズ豆もそうですし、ひよこ豆もそうだし、日本のお豆の中でも日本のお豆って大体甘く煮るものがほとんどじゃないですか。なんか金時豆みたいなものとかも。でもああいうものも甘く煮るんじゃなくて普通にスープに入れてみたりとか、炊いてからスープに入れたり、あと私よくやるのは結構玉ねぎと、ちょっとスパイスと、ニンニクと一緒に煮て潰してちょっとメキシカン風にしてみたりとか、そういういろんななんかお豆の楽しみ方ってあるから、なんか大豆だけでこれでもうタンパク質を確保するために大豆とりあえず取って終了だとすごいもったいないなと思って、なんかせっかくこう菜食の世界に飛び込んでいくんであれば、最初はしょうがないとしても、いろんなお豆をぜひぜひね、なんか冒険して発見していっていただきたいなっていうのは、ちょっとお料理をいろいろこう、お伝えしてる側からするとそう思ったりとかするんですけどね。そうですうんうね。本当におん豆って、可能性は無限大うん。だといつそうそうも思っているので、そう本そうそ当にお豆愛う。おしいです。美味しいし、ね、本当万能なに。ので。そうそうで、なかなかやっぱりまだ日本のスーパーだといろんな種類のお豆ってなるとなかなかっていうのはあるんですけど、アマゾンとかで普通にいろんなお豆売ってますし、今は結構缶詰のものとか、ちょっとグルメ志向のスーパーとかデパ地下のスーパーとか行けばいくらでもあるので、ちょっとね本当にいろいろ冒険してみていただきたいなと思うんですけど、そんな形でそのゆかさん、4年間ビーガン生活を送っているということで、普段いろいろこう一応バランスに気をつけながら栄養学的な観点も取り入れながらどんな食事をされているんでしょうか？これは責任重大ですね。そう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 ですよ。変なこと言えない。私、今実家暮らしで、朝昼は自分で、適当にっていうか一人で食べて、夜は家族全員で揃って食べるっていうことが多いので、それを想定してお話しするんですけど、はい。
朝はやっぱりパパって食べて外に出ることが多いので簡単メニューが多くて、あの、夏場、もうつい最近まで夏場は結構朝スムージーとか、冷凍バナナで作るナイスクリームみたいな、アイスクリームごときみたいな、スムージーボールみたいなのを、いろんなお野菜とかも混ぜてバランスよくして食べて出かけるっていうことが多かったんですけど、やっぱり最近は寒いので、その前日の余りのおかずとかスープとかを温め直して玄米ご飯で食べたりとか、あとはそういうものがないときはよくオートミール作ってます。で、私甘いオートミール苦手なので、食事オートミールみたいな。私同じですか？やっぱり。そう。キノコちょっと油で炒めてとか、なんか油揚げ足してオートミールとか、それかもうただただもうオートミールとわかめとごまと味付けてみたいな感じでパパって食べて家出ちゃうってことが結構多いです。なので朝は簡単メニューばっかりです。で、昼間は、これも夏場はサラダと納豆ご飯とか多いんですけど、もう最近ちょっと涼しくなってきて温かいご飯が食べたくなってきたので、野菜炒めとか豆腐スクランブルとかとご飯とかが多いです。夏場サラダ食べるときは結構大きめのサラダボウルにドンっていうのと納豆ご飯とかが多くて、最近はちょっとサラダ、食べるにしてもちょっと少なめで、あとは炒め物と納豆ご飯か、豆腐スクランブルだったら豆腐スクランブルとご飯みたいな感じの方が多いです。で、夜はできるだけちゃんとしたご飯作ろうと思っているので、冷たいおかずと温かいおかずと、あと汁物とご飯っていうのが多いんですけど、冷たいおかずがだいたいサラダとか和え物とかで、温かいおかずが煮物とか炒め物とか、その時の気分で違うんですけど、あとスープが、野菜スープとかお味噌汁とか、で、主食で大体ご飯が多いんですけど、たまにパスタとか。他、パンはあんまり食べなくて家で。なるほどな。その季節によって自分の体が欲しているものであったりとか必要に感じているものって違うと思うんですね。で、今やっぱりスーパーに行くとどの野菜もどの果物も大体1年通してあるっていう状態がほとんどなので、旬のお野菜とか旬の果物ってあんまり意識しない方も多いのかなと思うんですけど、とはいえやっぱりスーパーの中でもよく観察してみると、やっぱり旬のものが前にドーンって出てきたりとか、初物って書いたり、なんか新物、なんかこう旬ですみたいなアピールがしてあったりとかするので、その季節のものを食べてみるっていうところからぜひ始めていただいて、でそうするとだんだんと、季節のサイクルの中で育ったものを食べていくことによって体の中もすごくこうなんていうかな、自然に近い形になってくると思うんですね。だから冬だから絶対、夏野菜食べるなとかそういうことじゃないんですけど、意識して少し冬になったから根菜もっと食べてみようかなとか、夏だから、夏野菜カレー作って食べようとか、やっぱそういう季節を意識するようにしながらいろいろと、お料理してみると献立も作りやすくなると思うし、やりやすいと思うんですよね。なんか多分意識的に絶対もうサラダいっぱい食べなきゃいけないんだみたいな風に考えると、寒い中でガチガチ言いながらサラダ生野菜食べてるみたいな感じだとやっぱりストレスになっちゃうし、体がやっぱり自然な状態でいられるものっていうのを、でやっぱりその冬になってくるとやっぱ動物なので、そのちょっとこう脂質が多いもの、糖質が多いものとか、ちょっと冬眠モードじゃないんですけど蓄えたいっていう、っていうのが絶対出てくると思うので、そこでいやいやでもなんかもう太っちゃうからみたいな感じになるよりかは、冬だからしょうがないかみたいな冬眠すればいいやみたいな、ちょっとこう気を、緩めて、で根菜とかも糖質が多いから食べませんみたいな方もいると思うんですけど、冬になったらそれが自然なことだから、欲するのが自然なことだから、ぜひいろいろ食べていただければなと思ったりするんですけど。
本当に季節を感じながら献立立てると心も豊かになりますしね。そう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 最そ近とかそう、最近さつまいもが美味しいとう。か、そう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 。そうかぼちゃもそう、秋冬で置いて、置いてかれてたので、どんどん甘くなってきてまうん。すし、そうそうそうそ栗が木になってるみたいな、栗ご飯食べようかなとか、う。そんな感じでワクワクしながら食事、献立立てられるようになるので、本当に季節にもっと敏感にそうですね。そうそうしていくそと、う。そう、全然栄養学とはまたちょっと違う話になってしまうんですけど、本当にそれこそ豊かな生活、暮らしができるようになるので、栄養学って結構数値を追った、学問ではあるので、結構機械的なものになっちゃうんですけど、なので、フルーツは食べた方がいいよって言ってバナナをおすすめしたりとか、栄養学だとあるんですけど、でも、ちゃんと自然に寄り添って、自分の体に寄り添って生活していくっていうのが一番なので、まあ、キャベツは生で食べた方がいいから生で食べるとか、ブロッコリーは加熱したらビタミン C 死んじゃうから生で食べるとかじゃなくて、自分の体が喜ぶ食べ方で、その時の自分の体が何を欲してるかっていうのに、ちゃんと耳を傾けて、選択していただきたいなと思いますね。あんまりこうバランスを気にしすぎてしまって、今日はなんとかが足りなかった、どうしよう、オーマイガーみたいな感じになるよりかは、ちょっとこう1日の食事の中、そして1週間の食事の中で、ちょっと先週何々足りてなかったかな、じゃあ今週ちょっと多めに取ってみようかなとか、そういうこう調整しながらやるのがいいのかなっていうふうにも思ったりとかするので、本当に、やっぱり、ダイエットの方とか結構もう自分の決めたルーティンに沿ってじゃないと気に食わないって方もいらっしゃると思うんですけど、外食は全然行って大丈夫だし、お菓子も全然食べて大丈夫だし、ただただ毎日いっぱい食べないように、たまに自分をトリートすることもとても大事なので、自分がやりたいなって思ったことを取り入れて、でも基本はできるだけヘルシーにっていう感じで、全然、たまに逆にあえてジャンキーなものを食べに行ったりとかするのも、ちょっと生活に波をつけるっていう意味でもいいことではあったりするので、本当に、食べ物、この食べ物は 100% 悪とは捉えず、心の栄養とかも考えて、いろいろ食べるもの、バランスとっていただければな。やっぱり適度にがすごいキーワードなので、体にいいものであっても食べ過ぎとか取り過ぎ良くないし、運動もやりすぎたらね、体を痛めたりとかストレスになったりとか、そういうことがあるので、そういうのも気をつけながらやってみていただければと思うんですけど、これからそうですね、菜食をトライしようと思っている方とか、最初にこう切り替えようと思っている方に何かアドバイスがあれば。やっぱり菜食をトライする上で一番大切なのは、まずしっかりと菜食生活についてでも、ビーガン生活についてでも、栄養学についてでも、まずある程度の知識をつけるっていうことがとても大切になってきます。もちろんなんかいろいろな事実を知ってしまってからもう一切動物製品食べたくないってなってしまう気持ちもすごくわかるんですけど、やっぱり自分の、金銭的、自分の時間的、あと体力的、精神的余裕を見ながら、ちゃんと知識をつけた上で、一番取り組みやすいところ、ここだったら取り入れられるかな。例えば今まで牛乳飲んでたら、豆乳に切り替えるぐらいだったら、健康面全然問題なさそうだなとか、金銭的にもあんまり、お金の支出あんまり変わらなそうだなっていう時は、そっち選んだりとか、今までお肉料理食べてたら、お肉をちょっと豆腐に変えてみようかなとか、油揚げで代用してみようかなみたいな、そんな感じで、本当に自分の一番取り組みやすいところから少しずつ取り入れていくっていうことがとても大切です。最初から飛ばすよりも、一歩一歩自分のペースで進んでいく方が、本当に食生活のシフトって短距離走、50メートル走みたいにバーっていくものじゃなくて、マラソンみたいなもので、本当に自分のペースでゆっくりゆっくり進んでいった方がずっと長く遠くに進めるので、最初からそう完璧を求めて無理したりとか、ストレスになってしまわないように、
本当にストレスって一番体に良くないものなので、もし本当にもうお肉食べたい、どうしても食べたいってなったら、食べるのもありだと思います。心の健康のために。でもやっぱりどうしてもお肉は頭の中では食べたくないっていうのは分かってるんだけど、やっぱりどうしても食べたくなるなっていう時は、そういう時こそ、やっぱりしっかりと知識をつけて、例えばドキュメンタリー見たりとか、なんで私ってお肉本当は食べたくないんだろうっていう理由をしっかりと知識として、落とし込んでいくと、本当に理性的にお肉は食べ物じゃないって見えるようになってくるので、最初からお肉は食べないってするんじゃなくて、なんで食べたくないんだろうって、なんか本当になんかちゃんと自分で理解して、知識を深めていくっていうことが最終的な菜食に切り替える、近道かなとは思います。そのお肉とかに関してもそうなんですけど、砂糖とかもそうで、結局その体が必要だから食べたい食べたいって思っているケースではなくて、結構脳が、食べたい食べたいっていうなんかこうものを発して食べさせようとしている面って結構多いと思うんですよ。だからそういうふうに考えると、飲酒とかもそうですよね。アルコールとかもそうだと思うんですけど、だからそういうふうに考えると、なんていうのかな、私は絶対これを食べないともう生きていけないみたいな風に思ってしまいがちだけど、一歩下がって、もしそれを食べたくないとか飲みたくないっていう理由があるんであれば、その理由を、さっきゆかさんおっしゃってたみたいに自分の中にストンと落としていくと、自然とその脳でなんとかなんとかっていうのも少し収まってくると思いますし、そのお肉に関しては本当に今いろんな、代替品とか出ていて、ですっごいジャンキーなビーガンフードのなんかバーガーとかもあるし、なんかその健康面で言ったら、ちょっと添加物とかいろいろ気になるから、健康とは言えないかもしれないけど、でもその自分の欲求を満たすっていう意味で、そういうものでとりあえずこう欲求を満たしておいて、そしてやっぱり長く続けていく、長く続けられる方法っていうのを、自分の中で作っていくっていうのが一番、重要かなと思うので、やっぱりさっきもちょっとお話ししたんですけど、お料理のことをいろいろシェアしている側からは、やっぱりいろんなものを楽しんでトライしてもらいたいなんか野菜ってそうそう、小さい時にピーマン苦いやだみたいな、なんかセロリやだみたいなあったと思うんですけど、実際なんか大人になって食べてみたらなんかピーマン美味しくないみたいないう発見とかもあるし、なんか私もお豆とか全然理解できなくて最初アメリカに留学しに行った時にサラダバーとかに普通になんかミックスビーンみたいな置いてあるんですよ。でそれ見て何これみたいな、これ食べるのみたいなミックスビーンって何みたいな感じだったんですよ。全然そういう馴染みがなくて、ビーンズとか、でも慣れてきたら、なんか豆結構美味しいかもねみたいな、今豆大好きですけど、とかそういうのもあるから、本当にお肉お魚なんとかなんとか食べられないっていうんじゃなくて、その分すごい開ける世界があると思うので、なんか今まで食べてこなかった食材であったりとか、食べてたんだけど全然あんまりなんか普通に食べてたものとかが新しい美味しさを発見できたりとかあると思うので、ぜひこうなんかオープンなマインドで楽しんで菜食のね生活をしていただければなんて思ったりするんですけど。本当にビーガン生活楽しいので、そうそうそう、新しい食材にも出会えるし、新しい商品にも出会えるし、新しい調理法とか、料理好きからしたらもう新しい食品のオンパレードじゃないですか、菜食って。今まで試したことなかった食材試してみれたりとか。そういうの本当に、人それぞれお料理好きじゃない方もいらっしゃると思うんですけど、そういう場合は新しいレストラン開拓してみたりとか、新しいビーガン商品探してみたりとか、日々が私逆にビーガンになってから豊かになった感じはあるので、本当に皆さん、ビーガンを制約だと思わず、菜食生活を制約だと思わず、本当に楽しんでいっていただきたいなと思います。ぜひぜひ。
そしてもちろんその健康であるっていうことは重要なので、その健康でいるためにこの食事の仕方でいいのかなとか、よりこう栄養学であったりとか健康について知識を深めたいなと思ったら、またゆかさんの、ノートの方有料のコンテンツとかもありますし、あとセミナーとかもされているので、ぜひぜひ参加していただいて知識を深めていっていただければなと思います。はい、ありがとうございます。今日はお時間どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございましありがた。とうございました。楽しくお話しさせていただいて、そして来週はこのビーガン特集の最終回ということで、またちょっと今日とも少しつながってくる部分はあると思うんですが、ビーガンクッキングというテーマで、アート・オブ・ビーガン・クッキング、アートとしてというか想像力を働かせてくれるクッキングというテーマで、またとてももう今ちょっとここで言っちゃいたいぐらいスペシャルなゲスト様を気になりますね。気になっちゃいますよね。お呼びし気て、になっちゃう対談をさせていただきますので、ぜひまた来週土曜日に、動画を見に来ていただければ嬉しいです。今日はどうもまた長い時間ご視聴いただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。どうもありがとうございました。See you next time!